こんにちは、レトロ男子です。私、キャンプ歴50年のシニアキャンパーなんですよ。50年前の登山ブーム、40年前の第一次キャンプブームを全部経験していますよ。そんなシニアキャンパーの私が行き着いたキャンプの方法について今回お話しますね。私の信条はこだわらずズボラに徹することです。キャンプはとにかく楽しむことが一番です。今回は静岡県朝霧高原のトマトフィールドにお邪魔します。この先です。トマトフィールド。こちらは農場とキャンプ場が併存しています。これは農業の作業小屋ですね。ところがここがキャンプ場の受付なんですよ。こちらは2年ぐらい前にキャンプ場としてオープンしたみたいです。中に入ってびっくり、モダンでおしゃれ。人気が高い理由がよくわかりますね。キャンプ場自体も広くて設備が整っています。おまけに料金もリーズナブルですよ。トマト農場としても稼働しているんですよ。なのでトマトやトマトジュースの他にもトマトに関連するような食品も売っています。うまそうなピザですね。レンタルのキャンプ用具も置いていましたよ。この建物でトマトが生産されています。芝生の部分はテントサイトです。上にもテントサイトが広がっています。結構広くて景色は雄大ですよ。こちらは麓っ腹よりも富士山に近いんです。なので雄大な富士山を見れます。この雰囲気はもともと牧場だったようですね。キャンプサイトはすべてフリーサイトです。ただし結構傾斜もありますし、地面もワイルドですよ。こちらはトイレです。めちゃくちゃ綺麗です。水場ですがお湯も出ます。この付近が私のサイトです。私のキャンプ地です。私基本的にはもうテント立てないんですよ。タープと後ろに映っているコットだけを設置します。夏のテント泊は結構暑くて寝れないこともあるでしょう。コット泊は涼しいですよ。防虫ネットをつけるとかや他の害虫に刺されるようなこともないです。それにテント立てるの時間かかるでしょう。今張ってるタープはペグ打ち箇所は8箇所だけです。1人でも15分で張れますよ。ウイングタイプなので風にも結構強いです。あまりに雨風が強い時は車の中で寝るようにしています。夏の暑い時期はいつもこのバージョンですね。重宝しているのがポータブル電源です。100ワットのソーラーパネルですが、冷蔵庫だけならこれで十分です。今61ワットの発電で47ワットの消費ですね。スマホの充電やその他いろいろな家電が使えます。電子レンジも使えるので重宝します。それでは簡単で楽して豪華な夕ご飯の紹介をしていきますね。これが今日の私の夕ご飯です。晩ご飯ですね。普通車中泊だけでしたらもうこんなお肉なんか焼きません。さあいきますね。うわいっぱいあが立ちすぎましたね。片手やからね仕方ないですね。ではいただきます。うまそうに焼けましたよこれ。なかなか後ろです。ちょっと切ってみますね。バッチリですね。これはうまそうです。これですね。食べます。最高です。美味しい。奮発してこんな豪華なお刺身買っちゃいました。まあキャンプですからね、
たまにはこのぐらいの贅沢がね、できますよね。はい、あっという間に夕食の用意出来上がりです。あとは刺身を切るだけです。はい、晩ご飯、夕飯の出来上がりです。あっという間でした。でも豪華でしょう。なかなか美味しそうですね。ではこれからいただきます。なかなかいいね、マグロです。美味しそうですよ。見てください。このお料理ですね。全部お惣菜で、調理したのはお刺身の短冊切っただけです。朝霧高原は牧場がたくさんあります。観光牧場も結構たくさんありますよ。美味しい牛乳や乳製品などが購入できます。こちらはトマトフィールドの近くにある富士ミルクランドです。動物との触れ合いコーナーがありましたね。子供さんを連れて行くと喜びそうですね。売店も結構充実してましたよ。私の大好きなお酒やビール、アイスクリームやケーキ、当然チーズなどの乳製品もたくさんありましたよ。次はキャンプ場近くの農家の直売所に行きました。ここちょっと寄ってみます。トウモロコシがあったら買って帰ろうと思うんですが、どうでしょうか。ありますかね、時期的に。ダルクサ産モロコシって書いてますね。ありました。トウモロコシ、めぐみゴールドとドルチェドリームという種類ですね。2種類ありました。地場のここの産地のトウモロコシです。美味しそうですよ。あ、おっさんの手抜き飯です。手抜き昼食ね。レトルトカレーより簡単。スーパーで買ってきた海鮮丼。でもね、見てください。このマグロの量結構すごいんですよ。これでね600円ぐらいだったですかね。安かったです。美味しそうでしょ。これからいただきます。わざわざ作らなくてもテイクアウトで美味しいもの買えば時短になりますよ。静岡県は魚が美味しくて安いです。もう最高。うまかった。空いた時間は観光や自分の好きなことに使えますよ。この日はあいにく夕方から小雨になりました。これは小雨というよりももう霧です。すごい深い霧でした。さすが朝霧高原と呼ばれるだけのことはありますね。結構神秘的な情景でしたよ。いつもはめんどくさくてしないんですが、動画用に焚き火をしました。焚き火も絶対必要じゃないですからね。しなくてもいいんですよ。結局この焚き火も雨で消えました。翌日は晴れましたが富士山は出ず。朝の食事は超簡単ですよ。これ昔はドリップでコーヒー入れたりしてたんですけれどもやめました。山の中で美味しいコーヒー入れるの難しいんですよね。時間も手間もかかりますし、その割にはまずい。たどり着いた答えがこれです。市販のコーヒー、これが安くてうまいんですよ。朝食に至って簡単。朝食は一手間かけます。カレーメンチカサンドですね。市販の惣菜パンをホットサンドメーカーで焼く。それだけです。ホットサンドプレートに乗せて
これだけですがめっちゃ美味しくなるんですよ。カレーパンやハムチーズロールもサンドイッチメーカーで焼くと本当に香ばしくて美味しいですよ。超簡単です。試してみてくださいね。最後にキャンプ場近くの観光地を紹介しておきます。車で30分ぐらいの場所にある西湖癒しの里念場です。古い村落のアミューズメント施設です。私古い街並みは好きなんですけれども、ここはあまり聞いたことがなかったですね。関西方面ではあまり知られていない観光地です。なかなか趣があってよかったですよ。ただほとんどお客さんはインバウンドでしたけどね。まあ飛騨高山や白川郷のような場所、インバウンドの方大好きですからね。この村は災害で全滅してその後復元されたらしいです。一夜にして土石流でほとんどの家屋が流されたとのことです。しかし残った住民の手によって今のように復元されました。なかなか情緒のある場所ですよ。残っていた石鹸図などをもとに完全に復元されているそうです。このかやぶき屋根いいですね。飛騨の里にも同じような屋根の民家がありましたね。こういう風景を見ると私哀愁を感じるんですが、皆さんはどうですか？もし哀愁を感じるなら私と同じ側ですよ。晴れていれば奥に富士山が見えます。見えたら絶景でしたね。こちらは山梨県なんですけれども、トマトフィールドから車で30分ぐらいです。古民家や古い街並みの好きな方はぜひ訪れてほしい場所ですね。キャンプって絶対しなければいけないっていうようなことはないんですよ。自由が楽しいんです。皆さん手抜きをしてキャンプを楽しみましょう。